おい、いい方いい方、でかいぞあれ。よーし、やったー。今のめちゃくちゃいい当たりだった。でかい。これいいサイズだね。皆さんこんにちは。バリバスフィールドスタッフのスーこと鈴木隆久です。徐々にですね、日が短くなってきて、なんか秋めいてきたなって感じる方も多いんじゃないでしょうか。まだまだ暑い日が続いておりますが、海の中はもう秋に向かって動いてます。ってなってくるとね、秋のエギングがめちゃくちゃ楽しくなってくるんですよね。新子と言われるね、小さいサイズから、早く生まれた 500g とかね、それいいサイズのイカがね、数釣れるシーズンなんで、今回はバリバスの P ラインを使ってエギングを楽しんでいこうと思います。よろしくお願いします。Through the valley I may walk, but you were all I'll ever need. Gave you life to take my fall, so in the storm I will have peace. So come the storm I'll stay. さあ朝はね、土砂漏帯からスタートです。もう水深がね 1m ちょっとぐらいしかないような超土砂漏、こっち側が、テトラと磯、ゴロタかな、になってるんですけど、まずはねやっぱこっち側、こういうところがイカがね餌を捕食しやすいエリアなんで、まずこういうとこから攻めていく。浅いところに向かって投げて、もう浅いのでねほとんど沈めないようにテンポよくしゃくって誘って落とさずに巻く。でこういうところやって反応がなければ徐々にね深い方へ沈めていくというような、そういった狙い方ですね。秋のエギングのねタックルっていうのは、まずロッド、だいたいね8フィート前後の ML クラスのロッドをね選んでいただければ OK です。使うエギがね3号から 3.5 号がメインになってくるので、M とか MH だとちょっと硬すぎなんで、ML、時にはね L とかでも、秋しかやらないんだったら L クラスでもいいかもしれない。1年を通してエギングを楽しむってなると ML を選んでいただくのがいいかな。はい。で、リールはね2500番クラスですね。で今回巻いてる P ラインはエギングマックスパワー P の X9 の 0.6 号で、それにねつけてるリーダーなんですけど、こちらねバリバスさんが今開発しているショアレコードショックリーダーフロロカーボンですね。ショアソルトの、エギング、今回やってるのエギングであったりとか、あとねライトショアジギングとかまでカバーするようなリーダーとなっていますんで、今回これを使わせていただいてます。エギングプレミアムショックリーダーとはねまたちょっとね違う特性を持ってるリーダーなんで、かなり使い分けというか好みで使い分けていただくこともできるし、状況に応じてね使い分けるなんてこともできるフロロカーボンのショックリーダーになってます。さあエギ変えました。エメラルダスピークの3号のノーマルでね、これラトルを入ってるタイプに変えました。これでね広範囲に音でアピール。そもそもね秋のエギングってどういうエギングなのかっていうのをねお伝えしたいと思うんですけど、春のエギング動画の時はでかい親イカが釣れますっていう話をしました。でそのね春の親イカのエギングに対して秋はその親イカが産んだ卵がかえった新子と呼ばれるね少しね小さい、いわゆる子供の状態のアオリイカが釣れる時期です。でこの秋の何がいいかっていうと、一番数釣りができて一番手軽に釣れる時期なんですよ。春はねやっぱね一発大物みたいな時期なんですけど、この時期はね比較的簡単に釣りやすいし、これからねエギング始めるよって方でも一杯にたどり着きやすい時期なんで、めちゃめちゃ楽しい時期です。そんなね楽しい秋のエギングっていうのを皆さんにお届けできたらなと思って今日やってるわけなんですけども、
使う液はね、だいたい3号から 3.5 号、3号から 3.5 号ぐらいです。春はね 3.5 号から4号とかねいう大型なんですけど、場合によってはね秋は 2.5 号とか小さいものを使用することもあります。でもあんまり小さくしすぎると本当にちっちゃいの釣れちゃうんで、小さいの避けるという意味でも3号以上使うのがおすすめです。はい、僕は今3号使ってるけど、結構ね普段は 3.5 をメインにやってますね。3.5 号あればね年中釣りできるんで、年中エギングやれます。春も釣れるし秋も釣れるし、万能なサイズが 3.5 号ですね。緑はねイカにとって結構明るく見える系の色なんですよ。そうイカはね黄色と青と緑の色しか光として認識できなくて、それはねこう白っぽく見えてる。それ以外の色ってね結構ね黒と同じなので、あんまり明るく見えるのが嫌なのかもしれないですね。ちょっと磯の先端に届くように 3.5 号少し重くしてしっかり飛ばしてしっかり沈められるように 3.5 号です。これで遠投していきます。届いた。しっかり糸ふっけを巻き取って、しっかりね今日風が強い日はラインメンディングしっかりして、しっかり糸の面倒見てあげて、なるべくエギと人間の間のねラインがまっすぐなるようにで、まっすぐになったところから糸を送りながら沈めていく。今かなりね強い向かい風の中でエギングやってるんですけど、こういったね向かい風の中だとねこうやってしゃくった後の糸ふけ、この糸ふけがね竿先にねくるっと絡むようなねトラブルが起こりがちなんですよ。でもね今使ってる X9 は糸にちょっと張りがあるので、そのね竿先にくるっとなるトラブルがめちゃめちゃ起きにくいです。これはね X9 のめちゃめちゃ強みですね。快適、この向かい風の中でも快適にしゃくれるし、糸ふけもしっかり出して釣りすることができる。おわ当たった。めちゃくちゃいい当たりだったのに、たるんでた糸がピーンってまっすぐに張るような。いやー小さかったかなイカが。おわついてきた。わーすごいやる気だ。めちゃめちゃちっちゃいけど浮いてこい。わあいるな、エギの下にいる。ほら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 、おおどいた。おお触ってった。あバレたバレた。よかったよかった、外れてくれた。めちゃめちゃ可愛いのが鳴きましたね。このね 3.5 でも多分今 100g ぐらい 150g とかかな、それぐらいのねサイズのイカでも全然抱いてくるんでね、3.5 号ででかいってことは全然ないですね。よし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 、さっきよりいいんじゃないか。ちょっと硬くなったかな、どうかな。せーのよっ、よいしょ。
よっしゃー出た。ちょっと可愛いけどさっきのやつより二回り大きくなったかなやりましたなんか感覚を感じたと思って、そこから引き合わせを入れてって感じで乗ってくれましたね。さすがの感度です。ありがとう。このねエギングマックスパワー PX9、 僕がめちゃめちゃ気に入ってるのはね、この糸の見やすさなんですよ。これ白をねベースとしたこのラインカラーがね、どんな状況でも見やすいんですよ。日中であっても、朝まずみ夕まずめの少し薄暗い時間であっても、夜でもね常夜灯がね明かりがあったりすれば、もう月明かりでさえもギリ見えるぐらい本当に視認性がいい。さらにフォーリングバイトマーカーがね入ってることによって、このねちょっとした糸の変化とか着底だったりとか、そういうのめちゃくちゃ取りやすくなってるんで、本当に見やすいんです。これはね僕のエギングをめちゃくちゃ助けてくれます。エギングマックスパワー PX8 と X9 の使い分けなんですけども、 X8 の方はですね非常にしなやかで飛距離が出やすいという特徴を持ってます。しなやかなのでね、このガイド抜けの抵抗が少ないんですね。なので、例えばエリアが広大な時、スピーディーにね広い範囲をサーチしたい時なんかは飛距離が出る方を使っていただいて、さらにねポイントが遠い時なんかは、ね、めちゃめちゃいいと思います。 X9 の方はですね非常に低震度 3% 台のね低震度となってますんで、めちゃめちゃ感度がいいです。なんでねナイトの釣りだったりとか、あとはね深いところでのシビアな釣りなんかにかなり向いてます。さらにですね糸に少し張りのある特性を持ってますので、ティップに絡むといったねそういったトラブルもかなり少なくなってます。どちらの糸もめちゃめちゃ見やすい白ベースの、さらにねフォーリングバイトマーカーが入ったラインとなってますので、それぞれの特徴を理解して使っていただけたらいいかなと思います。おお、魚か。コンコンコンってうわー、ダツだ。あれイカだよね。あれ今ダツにビビって逃げてった。おいおい、おい、いい方いい方、でかいぞあれ。よーし、乗ったー。でかい、これいいサイズだね。よし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 。きたー。この時期でこのサイズはかなりいいっしょ。全然重量感違う。よっしゃ見ました。今映ってたかな、映ってないかもしれないけど、もうね後ろから追尾してるの見えたんですよ。でも波でね抱いたかどうかまでは分かんなかったんですけど、手元に明確にグンって感じで、あ、抱いた抱いた、しっかり持ってけ持ってけってしっかり持ってかせてからバシッと回して、出たこれグッドサイズだね。この初秋でこのサイズめちゃめちゃいいじゃないですか。マジで最高。いや、こうやってねサイトの釣りがねこう頻繁にできるのもね秋の釣りのいいとこなんですよ。最高に気持ちいい合わせ決まったこれねサイトの釣りができるのもねほんと秋の釣りの醍醐味なんでね、よく見える糸
使うっていうのはもちろんなんですけど、さらにねこういったね偏光サングラス、これをねつけるっていうのもかなり大事ですね。こういった偏光サングラスをすると糸もより見やすいし、水の中も見やすくなるんで、エギングがねもっと楽しくなります。なのでロッドリール、エギ、そしてライン、それとね同じように大事なアイテム、偏光サングラスですね。I'm a product of my granddad's son. Hard-working hands in a job well このクモの巣を破壊する棒が欲しいな。 skin as thick as あ、こ railroad れでいいや。 ties. ごめんね、 You could see the ごめんね、 kindness in his eyes. 申し訳ないね。 I didn't wanna do what he did, but I always wanted to be just like 今ちょっとねこういった外洋向きのポイントに移動してきたんですけど、今見ての通りうねりの影響がかなり出てます。でね、こういったねうねりの影響がある時っていうのは重たいエギでエギを安定させたくなるんですが、実はねその真逆、沈むのがゆっくりなエギに交換して糸を張らずに糸を緩めた状態でフリーフォールさせるのがこういったねうねりがある中で攻略するコツですね。よし。なんでシャロータイプの方がこういったうねりのある状況を攻略するのに向いているのかというと、糸張った状態でエギをフォールさせるとこのうねりの波の影響を糸がすごく受けてしまうんですよ。もうただでさえね低振動で高感度な B ラインが結束されてるんで、もうエギはねそのうねりに引っ張られてもう水中でぐちゃぐちゃ動いちゃうんですよ。でぐちゃぐちゃ動いちゃってるエギは正直ねイカ抱かないです。イカもね抱きにくいんですよ。なのでこういった中ではしゃくった後一瞬糸張ってエギの姿勢を整えた後糸をフリーにする。糸をフリーにするとエギがねうねりの影響を受けにくい状態でゆっくり落ちていくんで、たるんだ糸だけしっかり見てる。この糸が引き込まれたり逆にたるんだりしたら当たりの可能性があるんでね。あー、うわー、おう、よし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 よっしゃー、抱いたー。シャロータイプに変えたのが正解でしたね。よっ、よっしゃー見えましたこれがね糸のテンションをシャロータイプ使うことによってねコントロールしてやって出た一杯ですね。よっしゃー、気持ちいい。今釣れたねこのねピンクの透け感のある色なんですけど、ちょっと抱くまで時間かかったじゃないですか。あいつら抱こうか抱かないかってすげえ考えてたんで、もしかしたらね色変えたらもっといい反応あるかもしれないってことで色変えてみます。日中の場合はね僕はこういったね透け感のある透明な、クリア系というか、この辺だとね、ケイムラ系 UV 系なんですけど、こういう色が透けてるやつを選ぶことが多いです。でこういうので反応を見て、あ、これ反応悪いなと思ったら濃い色の例えば赤テープとか金テープとかそういうのに変えていくって感じですね。で特にね今回の釣り場水がね透き通ってるのでかなり、そういったところが特にこういうクリア系透け感のある色が引きますね。逆に濁ってるのであればもういきなり赤テープから入るような、そういった感じで僕は選んでます。これにしてみます。緑色で、これねラトルも入ってる。これでやってみましょう。イカはねめちゃめちゃ目がいい生き物なので、色での反応の違いがねかなり出やすいターゲットだと思います。なのでね可能であればさまざまなタイプのさまざまな色のエギを持っていくのをおすすめします。
一般的なねピンクオレンジだけじゃなくて、今使ってるような緑、あと黄色とかね、それからよりね魚に近いようなちょっと地味な色とか5本ぐらいね最低でも揃えとくといいと思います。特にこういう日中はねすごい差出るんで。イカでかい、ちょっと大きめのイカだ。これ気づけ。わ、気づいてる気づいてる。見えてるのに、ほらいけ。うわー、あいつ抱きそう抱きそう。ちょっといいサイズだな。うねりがあるから抱かせるの難しい。よし、決まったねー。きたー。よし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 、さっきよりサイズアップしたかな。よし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 。やっぱねこのうねりの中でもしっかりコントロールできるシャロータイプ、それをねしっかりコントロールする B ライン。よし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 よっ。サイズアップしましたね。400ぐらいあるかな。よし、やっぱねうねりの中でエギをしっかりコントロールできるライン、これがね大事なんですよ。決まった。楽しすぎる。よーしよーし、きた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 。今のも分かりやすい当たりだったね。よっ、よーし、やったー。気持ちいい。分かりやすい当たりだった。スーッて糸が入ってってね、バッチリさあ今ね釣れてくれました。ただね釣り上がった後、堤防にねイカに墨を吐かれてしまいました。そういった場合は必ず水汲みバケツ等々を使ってねきれいに洗い流して、堤防をきれいにしましょう。ここはね、釣り場ですがもちろんね職場でもあります。漁師の方のね、そういった場所なんで必ずきれいにして帰りましょう。こうやってねエギをフリーフォールさせる時にすごい大事になってくるのが糸のコントロールなんですよ。どれぐらい糸をたるませて、でどれぐらいねこう動いてるか、糸がどんな風になってるかっていうのをね把握するのがすごく大事なんですけど、この時に視認性が大事なんですよ。糸が見えなきゃどれぐらい張ってるかどうか、どれぐらいたるんでるかって見えないじゃないですか。で糸がどの角度になってるかで、うねりによって糸がどれぐらい引き込まれたかとか、そういうのを把握する上でこの真っ白い糸とこのフォーリングバイトマーカーがすごいいい仕事するんですよ。このねたるんだ糸がうねりによってこう一定のリズムで張ったり緩まったりするんですけど、このね一定のリズムの中のちょっとした変化っていうのがすごい取りやすい。これはねフォーリングバイトマーカーのおかげですね。こういうマーカーがないとねうねりなのかはたまた他のものなのかね判断つきにくいんですよね。よし、ちょっとでかいわ。ちょっとでかい。いい。
しゃー、でかい。きたー、めちゃくちゃいい当たりだった。コンからスーッて糸が走るの、このコンっていうね気持ちよさはね、マジでこの高感度な X9 だから味わえる。最高に気持ちいいわ。やべえやったー、このサイズ秋に出たらバンバン材すぎるでしょ。マジででかいよ。800ぐらいあるかな最高さあ今日はね、秋のエギング楽しんでいきました。秋らしいサイズからびっくりするようなね 800g ぐらいまで釣れたんで、もう個人的に超満足な兆候でした。皆さんもねこの秋、そしてね春もこのバリバスの X9 そして X8 を使ってエギング楽しんでみてください。本日はありがとうございました。